こんにちは。今回は静岡県最南端の御前崎灯台を目指し、愛知県豊田市の松平から東名高速道路を駆け抜けます。道中の魅力的な景色とお土産や GB400TT の高速道路走行の様子をお届けする総計290キロの旅の記録です。それでは出発します。朝8時ごろ、豊田松平インターチェンジを出発します。当初は301号線を使い、新城市まで向かい、新東名高速を使う予定でしたが、前日の雨から路面の状況を考慮して、豊田松平インターチェンジから出発としました。最近、田舎のインターチェンジでは、無人化が進んでおり、ETC 専用の文字をよく見かけます。この車両には ETC 車載機をつけていますが、普段高速道路を利用することはほぼありません。大きなカウリングが装備されていて、マルチのエンジンであればビューンと加速して気持ちいいのでしょうが、 GB400TT はそういう車両ではありません。ですが、高速道路に合流する時の加速はシングルエンジン特有のダダダダダという頼もしい音と心地よい振動は癖になります。追い越しに関しても十分な距離があれば必要な加速はしてくれます。掛川インターチェンジで高速道路から降り、ここからは下道で浜岡砂丘を目指します。御前崎市は人生で一度も訪れたことのない場所なのでワクワクします。最初に向かう浜岡砂丘は南円大砂丘の一部で、全長では30キロにも及ぶそうです。浜岡砂丘に到着しました。この日は地元の学生さんが部活動の練習をしており、元気な掛け声が聞こえてきました。この砂丘は天竜川から運ばれた砂が沿岸の潮流に乗り、強い西風で内陸に運ばれ形成されたそうです。この強い西風を遠州のからっ風と呼ぶそうですね。確かにこの日の風は強く、カメラを構えて立っているだけで体が揺らされてしまうような強さでした。海岸に降りて周りを見渡すと、強い風に煽られた砂が陸地に向かってかけていくのが見えました。時刻は11時頃になり、小腹も空いてきたので、海を見渡せるカフェに向かって出発します。今回昼食をとるのは御前崎灯台の眼下にあるパシフィックカフェです。それでは次の目的地に向かいましょう。対向車を待つため低速でスロットルを煽ると、エンジンがストップして慌てて再始動しました。この事象はキャブレターを掃除してもごく稀に起こるのですが、原因は何なのでしょうか。県道357号線を通ると、間近には風力発電の塔が並んでいます。近くで見上げると、想像していたよりも大きなその姿にちょっとした違和感を感じました。御前崎ロングビーチが見えてきました。
薄く雲がかかった砂浜には力強い波が押し寄せ、青い海と砂浜の間に白波の境界線を作っていました。御前崎灯台に到着しました。たくさんのライダーが今日の目的地にしているようです。昼食はマヒマヒバーガーというシイラのフライを使ったハンバーガーをいただきました。とても肉厚で美味しかったのですが、口の中のやけどには注意した方が良さそうです。せっかくなので御前崎灯台の上から景色を眺めたいと思い歩いて向かいます。途中に地球が丸く見えるんだいという展望台があったので周りを見渡してみました。これだけ見渡せると地球の丸さを実感しやすいですね。灯台の入り口まで来ましたが、今日は強風でお休みみたいですね。記念撮影をして次の目的地に向かいます。御前崎マリンパークです。天候に恵まれ、海を挟んで富士山を眺めることができました。今回の旅も折り返し地点です。再び357号線を走り、道の駅風のマルシェ御前崎を目指します。午後になるとたくさんのサーファーでビーチはにぎわっていました。朝よりも天気が良くなり、すれ違うライダーさんたちもなんだか楽しそうです。道の駅ではこれからキャンプに向かうというライダーさんと少しお話をした後、なんだか急に思いついたのでワークマンで防寒パンツを買いました。思いつきの行動でしたが、帰りにとても助けられることになりました。お茶畑を抜け、静岡の街並みを見下ろし、最後の目的地大井川鉄道門出駅に向かいます。なんだかレトロで可愛い電車が走っています。調べてみると E10 型という車両なようです。門出駅に到着して少しすると、珍しい車両だからかライダーさんが声をかけてくれました。とても陽気な方たちで楽しませていただきました。なんだか今日はいろいろな人に話しかけられましたが、こういう一日も楽しいですね。門出駅は農産物直売所やレストランがテナントとして入る門出大井川という施設と直結していて、ここではお茶を使ったお酒を数本と夕食を購入して帰路に着きました。帰りは島田金谷インターチェンジから新東名高速に乗り、新城インターチェンジで降り、国道301号線を使い豊田松平へと帰ります。この選択は正直失敗でした。先ほどまで見えていた美しい夕日は息を潜め、日没と雲でみるみる暗くなる空を見ながら、またやってしまったなぁと思っていました。新城インターチェンジで高速道路を降り、市街地を走り始めると徐々に雨が降り始め、気づけば
道路は雨に濡れ、すれ違う車のライトを映していました。国道301号線の山間部に入っていきます。今日こそは濡れないつもりで来ましたが、そううまくはいきませんね。気温は10度を下回り、徐々に寒くなってきました。ただ、御前崎で購入したパンツのおかげで震えることはありませんでした。301号線も残り半分程度となったので、つくで高里のファミリーマートでコーヒーを飲み、少し体を温めてから出発しました。あとは似たような暗闇が続くので、走行動画は終わりです。さて、今回の動画もこれでおしまいです。目的の灯台は登れなかったものの、美味しいご飯も食べれたし、行く先々でいろいろな方とおしゃべりができて楽しい旅でした。この動画が皆さんのツーリングに少しでもお役に立てば幸いです。それではまた。さようなら。